今日はスケートペア金メダルのりくりゅうこと三浦璃来選手と木原龍一選手の感動、ほっこり、涙、笑い、幼少生い立ちからのエピソード全集をお届けします。世界一の実績はもちろんすごい。でも皆さんが感動しているのは記録はもちろんですが、二人の人間味ですよね。実はあの歴史的な金メダルの裏側にはアルバイト生活からの大逆転、演技直前の6分練習で負傷、でも首位獲得、まるで映画のような幾度の大逆転人生がありました。この動画ではそんな2人の生い立ちと幾度の逆転劇をパート1、幼少期から下積み時代、パート2、ソチ、ピョンチャン、2度のオリンピックの挫折、アルバイト生活へ、パート3、2人の運命的出会い、パート4、海外拠点の日常と支え合い、パート5、北京オリンピック以降の日本初ラッシュ、パート6、本番直前、怪我との戦い、そしてパート7、ミラノの逆転劇まで、感動、ほっこり、涙、笑い、りくりゅうの魅力が伝わるエピソードを年代順に一気に紹介していきます。この動画を見終わる頃にはミラノオリンピックの逆転劇がさらに感慨深く感じられることでしょう。では早速幼少期から見ていきましょう。パート1、幼少期、強さと可愛らしさの原点。まずは三浦璃来選手。公開プロフィールでは兵庫県宝塚出身で趣味がアニメ鑑賞と紹介されています。世界トップのアスリートなのにこういう親しみやすさ、いいですよね。さらに国内報道では三浦選手が子供の頃、フィギュアだけでなく空手や新体操なども経験していたことが紹介されています。この時点ですでにただのフィギュア少女じゃなかったんですね。空手と新体操、しなやかさと芯の強さ、表現力と負けん気。後の三浦選手を見ていると、この幼少期の積み重ねがそのまま土台になっているように見えます。しかも神戸新聞系の記事では、衣装への憧れや関西らしいサービス精神も見えてきます。つまり三浦選手は、最初から勝つだけじゃなくて、見せること、楽しませることのセンスも持っていました。一方、木原龍一選手、愛知県東海市出身で、1996年、4歳の頃にスケートを始めました。そして趣味は野球とサッカー。こちらもまた親しみやすい。この幼少の時点ではまさかこの2人が後にペアを組んで日本のペア足を塗り替えるなんて想像する人は少なかったかもしれません。パート2、木原龍一の下積み時代、アルバイト生活からの大逆転。続けた人だけがたどり着ける景色。りくりゅう、フィギュアスケート界の歴史を塗り替えた、このペアの物語を語る上で欠かせないのが、木原龍一選手が歩んだ、あまりにも過酷な下積み時代です。当初はシングルスケーターとして氷上に立っていた木原選手。当時19歳から21歳の頃の2011年から13年のシーズンにかけて、ジュニアグランプリシリーズや全日本ジュニア選手権では3位だったものの、全日本選手権では上位には入れず、3年連続の12位。チャレンジカップでもシニアの国際大会デビューを果たしましたが、7位と振るわない成績が続いていました。しかし、スポニチの取材に対し、当時の心境を、現役を続けたかったと振り返っています。転機となった2013年。当時、日本ペア界の第一人者であった高橋成美さんからペア結成の打診を受けたことでした。誘ってしまった。後に高橋成美さんがそう振り返ったように、すべては大きな期待と未知の可能性を信じた転向でした。男子シングルからペアへの転向。それは当時の指導側から見ても、まさに賭けでした。当時、指導側が下した判断は、彼の圧倒的な身体能力と柔軟な対応力を見抜いてのものでした。
シングルからペアへの転向。それは、築き上げたキャリアを一度捨て、全く異なる競技へ飛び込むという大きなギャンブルでもありました。ナンバーの取材では、木原選手がシングルからペアへ進んでいく流れの中で、当時の指導側の判断などがこう語られています。シングル選手としては、世界トップを目指すことが難しい状況の中、木原選手に備わっていた、スケーティングの質と物おじしない性格が、ペアへの適性を示唆していた。また、木原選手のインタビューでは、当時感じていた戸惑いや、基礎から学び直す日々の中で味わった孤独が、克明に語られています。投げられる恐怖、持ち上げる責任、誰にも見えない場所で積み重ねた、泥臭いまでの努力。この転向は、ペア競技の厳しさを痛感する、下積みの始まりでした。うまくいかないことばかりで、泣きべそを書くこともあったという日々だったそうです。高橋成美さんとのペアでは、2014年のソチオリンピックに初出場を果たしましたが、団体戦で日本代表として総合5位、ペア個人戦でもショートプログラム18位にとどまり、フリーへの進出も果たせず、2015年4月に高橋さんとのペアは解消しました。それでも、木原選手は諦めませんでした。2ヶ月後の2015年6月に須崎美優さんとのペア結成を発表し、2018年、ピョンチャンオリンピックにも出場しましたが、ショートプログラムで21位となり、またもやフリーへの進出は叶わず、2019年4月、須崎さんとのペアも解消となりました。ここで大事なのは、ペアという道が当時の日本で王道ではなく、ほとんど注目されていなかったことです。つまり木原選手は、目立つ近道ではなく、困難な道を長く歩き続けた人なんです。ペアをやってから、最下位ばかりで向いていないんじゃないかと思っていました。当時を振り返る木原選手のコメントを見ても、一つのペアを完成させるまでにどれだけ試行錯誤があったかが伝わってきます。しかし、成績だけじゃない、ほっこりが木原選手の魅力です。木原選手は、須藤選手とのペアを解消した2019年春から約4ヶ月間、週3回ほど、スケートリンクの監視や併設宿泊施設のフロント業務のアルバイトをしていました。その頃の元同僚の証言として、成績が振るっていなくても、子供と接するときに目線を合わせるような丁寧さや、相手への気配りが伝わるエピソードが紹介されています。氷上の騎士は、リンクの外でも最高に紳士でした。たとえ自身の成績が振るわず、悔しさを抱えている時であっても、彼は決して自分を優先しませんでした。木原選手がアルバイトの合間を縫って、誠実に練習に励んでいた時も、リンクを離れ、小さな子供たちと接する時、木原選手は必ず、目線を合わせるまで腰を落とし、一人一人の言葉に耳を傾けていたそうです。その丁寧な振る舞いと、相手を包み込むような気配りこそ、強いから愛されるのではない。愛される人柄だからこそ、皆が応援したくなる。そんな彼のほっこりする素顔こそが、陸さんを包み込み、多くのファンを魅了し続けているのでしょう。世界の大舞台で戦う選手って、どうしても、すごい人、遠い人に見えがちなんですが、現場で一緒にいた人の言葉から見えてくるのは、すごい人の前に、ちゃんと優しい人なんですよね。このギャップが、陸流の物語を温かくしてくれます。この7年間にわたる長い下積みこそが、後に三浦璃来選手という最高のパートナーと出会った際、爆発的な輝きを放つための種となっていきました。苦悩の数だけ、絆は深まった。これは、一人の男が覚悟を決めた日から、すでに奇跡の逆転劇は始まっていたのですね。パート3、出会いと相性。最初は、怖いから始まった。そしてついに、2019年、陸流はペアを組みます。木原選手がアルバイトをしていたところ、同じくペアを解消してパートナーを探していた三浦璃来さんから申し出があり、
2019年7月末にトライアウトに参加。このトライアウトでは、最初に滑った瞬間から絶対にうまくいくと確信したと後に語っています。そして、名言も生まれました。合わせるんじゃなくて、合うんだ。言葉では言い表せない相性。そして、トライアウトからわずか数日後の8月5日、木原選手が所属する木下グループから新ペア結成が発表されました。ここで面白いのが、出会いのエピソード。ナンバーのインタビューでは、初対面時の印象として、マスク姿などもあって、ちょっと怖いというニュアンスの話が出てきます。でも、これ、バディものあるあるですよね。第一印象は最悪に近いのに、後で最高の相性になる。実際、インタビューでは、二人とも最初からタイプが似ていて、合わせやすかったと語っています。さらに9歳差についても、距離感はとても自然で、この人しかいないと感じるような信頼に変わっていきます。ここが、りくりゅうの一番好きなところだというファンも多いはずです。最初からピンときただけではなく、一緒に滑る時間、失敗する時間、やり直す時間の中で、信頼が深くなっていった。だから、後の大逆転劇にも説得力があるんですね。パート4、海外拠点の日常。華やかな表彰台の裏にある、地味で尊い毎日。ペア活動における2人の拠点は、カナダのオークビル。著名なコーチ陣の名前も並んでいて、世界トップの環境で練習していることがわかります。でも、ここで注目したいのは、海外拠点キラキラじゃないこと。インタビューから見えてくるのは、むしろ日常の積み重ねです。練習のコマ数、生活のリズム、コンディション管理。言い換えれば、勝つための地味な反復。そして一番、ほっこりで、一番泣けるのが、インタビューでも、たびたび語っている、お互いのメンタルを支える話。心が折れそうな時に支えてもらっています。ペア競技だからこそ、一人が強くても勝てないんですよね。二人とも強い日もあれば、どちらかが落ちる日もある。だから必要なのは、技術だけじゃなく、関係の強さ。りくりゅうは、この関係の強さが本当に大きいんですよね。パート5、歴史を変える二人へ。でも、いつも順風満帆ではなかった。りくりゅうは、次々と日本ペア足を塗り替えていきます。2022年、北京オリンピックでの日本フィギュア界初の団体銀メダル。2023年、世界選手権、四大陸選手権、グランプリファイナルでの日本ペア初の優勝と、日本フィギュア界初の年間グランドスラムの達成、などなど、日本ペアにとって歴史的な記録がまとめて塗り替えられていきます。ただ、ここで大事なのは、この二人がずっと完璧に勝ち続けたペアではないことです。2025年ボストンの世界選手権でも、序盤にうまくいかない要素がありながら、立て直して優勝しています。つまり、りくりゅうの強さは、ミスしない強さだけじゃなく、ミスしても戻ってくる強さなんです。さらにこの優勝を、ISU 国際スケート連盟が、公式に、ドラマチックと表現しているように、勝つ時も、いつも楽勝ではない。それでも勝ち切って、木原選手の地元、名古屋開催の2025年グランプリファイナルを迎えます。ここでも木原選手のスリップというミスがありながら優勝。しかも試合後、木原選手は安堵し、三浦選手は支えてくれた人への感謝を語っています。このように振り返ると、りくりゅうの強さって、スコアの前に関係性の安定感だということが改めて分かってきます。パート6、怪我との共存、ほっこりの裏にある、静かな壮絶。ここは、りくりゅうを語る上で避けて通れないパートです。オリンピック関連記事では、木原選手の背中の問題、三浦選手の肩の脱臼が繰り返し言及されています。見ている側が想像する以上に、二人は痛みと隣り合わせで戦ってきました。特に三浦選手については、2025年
全日本選手権のウォームアップ中に肩を脱臼し、それを戻して演技したエピソードが紹介されています。三浦選手は脱臼した際に、脱臼した、戻して、と周囲に訴え、周りは静止できないほどの激痛に見舞われていたそうです。しかし、その悶絶するような痛みの中、陸さんは執念でショートプログラムを滑り切り、なんと首位で通過。しかし、翌日のフリーは未来を守るための苦渋の決断で棄権となりました。この大会はミラノオリンピックへの選考につながる大事な大会でもあり、誰もがその先を案じましたが、神様は見捨てませんでした。これまでの圧倒的な実績、そしてあの極限状態で叩き出したスコアが正当に評価され、2026ミラノコルティナ冬季オリンピックへの切符を見事その手に掴み取ったのです。ここでも、すでに試練からの大逆転が行われていました。ここで大事なのは、根性論で盛ることではなく、だからこそ、お互いを支える言葉が必要だったということ。陸流のほっこりって、ただ仲がいい、可愛いというだけではなく、苦しい時にちゃんと支え合っているから温かいんですね。パート7、オリンピック、金の逆転劇、泣いた朝、支えた相棒、そして歴史へ。そして、2026年ミラノコルティナオリンピック、ショートプログラムでリフトのミスが出て、陸流は5位。優勝候補と言われる中でのこの結果は相当きつく、三浦選手自身もこれをメンタルの試練として受け止めるコメントをしています。そして翌日、木原選手が前日のミスを引きずって朝から涙が止まらなかった時に支えたのが三浦選手で、木原選手も今回は陸が支えてくれたと話しています。これ、陸流を象徴する場面でしたね。普段は木原選手が支える側に見えることも多い。でも、この日は違った。その時その時で支える側が入れ替わる。だから二人は強い。そして、あの衝撃のフリー、前日の空気をひっくり返す演技は自己ベストと世界記録も更新して日本初のオリンピックペア金。数字だけ見ても歴史的。でも本当に胸を打つのはそこに至るまでの流れです。5位から、涙の朝から、まだ終わってないという支え合いから、そして7年間の積み重ねをすべて滑り切って金メダルを手にしました。終わりに陸流が残したもの。陸流の凄さは日本ペア足を塗り替えたことだけじゃありません。もちろん世界記録、もちろんオリンピック金。それだけでも十分に偉業です。でもそれ以上に見ている人の心に残るのは、二人で戦うってこういうことなんだという姿だと思います。うまくいく日もある。崩れる日もある。泣く日もある。でも、その度にどちらかがもう片方を支える。だから、陸流の演技は技の連続というより、信頼の積み重ねに見えるんですよね。まさに、宇宙一。この名言も、元ペアの高橋成美さんが発したからこそ、感動を引き立ててくれました。これから先、結果がどうであっても、陸流が日本のフィギュア界に残したものは、記録だけじゃなく、ペア競技の魅力そのものだと思います。そして私たちは、多分これからも、その演技を見ながら、ああ、この二人って本当にいいペアだなと何度も思うことでしょう。三浦璃来さん、木原龍一さん、本当に感動をありがとうございました。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップ、日だまりメンバー、さんさん応援団も、よかったら覗いてみてください。様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それでは、また次の動画でお会いしましょう。